皆さん、こんにちはなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はアフリカの真ん中にある素敵な国、ガボンについて紹介するのだ。実はね、ガボンってとっても珍しいゾウさんと深い関係があるのだ。アフリカにいる丸耳ゾウっていうとっても貴重なゾウさん、その半分以上がなんとガボンだけで暮らしているのだ。すごいのだ。そんなガボンの最新ニュースを今日は全部で3つ紹介するのだよ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。VALCO エネルギー2025年第2四半期ガボンにおける堅調な決算っていうちょっと難しい名前の記事なのだけど、これめちゃくちゃワクワクする話なのだ。VALCO エネルギーっていう会社が原油価格が下がっているのにガボンで予想をはるかに上回るとんでもなくすごい業績を出したのだ。生産も販売も絶好調で、ガボンへの税金も会社の 70% 以上を占めるくらいガボンが重要なのだってわかるのだ。これからガボンで新しい掘削プログラムも始める予定で、成長が止まらないのだよ。ガボンの経済にもこの会社の成長にも目が離せないのだ。今日の動画が面白そうだなって思ったら高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いするのだ。それじゃあガボンの魅力と最新情報一緒に見ていくのだ。はい、承知いたしました。ガボンについてご紹介します。ガボンは中央アフリカの西海岸赤道直下に位置する自然豊かな国なのだ。首都はギニア湾に面した美しい都市リーブルビルなのだ。かつてフランスの植民地だったガボンは1960年に独立したのだ。長らく安定した政権が続いていたけれど、近年は大きな転換期を迎えているのだ。人口はおよそ230万人が暮らし、多様な民族が共存しているのだ。この国の主な産業は豊富な石油やマンガン、そして広大な森林から取れる木材なのだ。国土の約 85% が森林に覆われ、豊かな生態系を守っているのだよ。伝統的な音楽や舞踊、精巧な仮面文化も特徴的なのだ。昨年起こった政変は世界的に注目されたトピックなのだ。広大な自然と豊かな資源を持つガボンがこれからどのような道を歩むのか、その動向に目が離せない国なのだ。一つ目のニュースなのだ。2025年地方選挙、ナディア、クリステル、コイ、ムルンドでの新人、ノイ人という記事なのだ。うわぁ、すごいニュースなのだ。2025年のガボン地方選挙で、ナディア、クリステル、コイエさんが与党 UDP の候補としてムルンド県から出馬するのだ。彼女はいつも陰で頑張ってきた新人さんなのに、今回いきなりトップになったから本人もびっくりしたらしいのだ。これは大統領が決めたことなのだ。これまで CNAMGS の総裁として活躍してたけど、選挙のトップになるのは初めての火の洗礼なのだ。裏方での経験はバッチリだし、偉いお父さんの名前もあるからきっとうまくいくはずなのだ。相手も新人さんみたいだから、どんな選挙戦になるかワクワクなのだ。二つ目のニュースなのだ。2025年選挙、リリエ、アイ、ンゼシ、憲法裁判所に政令の異議申し立てという記事なのだ。2025年の選挙が近づくガボンで、EPG 党首のアラン、クロード、ビリ、アイ、ンゼシが差別的で違憲だとする政令に対し、憲法裁判所に異議を申し立てたのだ。この政令は議員や地方議会議員の立候補申請方法や期限を定めるものなのだ。ビリ、アイ、ンゼ氏はまだ選挙人名簿の更新が終わっていないのに、立候補申請が締め切られるのが問題だと指摘しているのだ。これにより、新規登録者や選挙区変更者が自身の登録を確認できず、候補者も連名者の登録状況を確認できないため、間違いがあっても異議申し立てができない状況なのだ。彼は、これは平等な選挙権を侵害し、
民主的プロセスを公平でなくすると訴えているのだ。憲法裁判所にはこの政令が憲法違反だと認め、選挙の公平性を守るよう求めているのだ。みんなが安心して選挙に参加できるのが大切なのだ。3つ目のニュースなのだ。VALCO エネルギー2025年第2四半期ガボンにおける堅調な決算という記事なのだ。VALCO エネルギーが2025年第2四半期にガボンで予想を上回るすごい業績を出したのだ。原油価格が下がったのに生産と販売がとっても好調だったのだ。ガボンでの生産量は平均8563バレル相当に増えて、会社の生産ポートフォリオに大きく貢献しているのだ。売上も6796万ドルで、ガボンには3530万ドルも税金を払ったのだ。これは会社の納税額の 70% 以上を占めているのだから、ガボンがどれだけ重要かわかるのだ。VALCO は2025年第3四半期からガボンで新しい掘削プログラムを始める予定なのだ。これでさらに生産を強化していくのだ。原油価格が下がっても生産コストを減らすことでしっかり利益を出しているのだ。 CEO のジョージ・マックスウェルさんもガボンへの投資を続けるって言っているのだ。最近確保した 1.9 億ドルの信用枠を使ってガボンを含むいろんな場所での成長プロジェクトに資金を回していくのだ。会社の成長が止まらないのだ。ガボンは豊かな自然と資源に恵まれた魅力的な国なのだ。政変や選挙をめぐる動き、そして石油会社の好調な業績など様々なニュースがあったのだ。これからのガボンがその豊かな資源と多様性を生かしてどんな未来を築いていくのか、ますます目が離せないのだ。ずっと応援していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。